私の名前は坂口優里。私の親はいわゆる毒親だった。父はギャンブル依存症で酒浸り。母は水商売で生計を立てていて、父がギャンブルに出かけている隙を狙って毎回違う男を家に連れ込んでいた。こんな両親が心底嫌で、私は中学卒業と同時に家を飛び出した。親戚の林おばさんに土下座して頼み込み、おばさんの家に住まわせてもらったのだが、置いてやってもいいけど私は厳しいよ。独身で子供がいないから、あんたとの接し方もわからないし、親らしいことは期待しないで。それと店も手伝ってもらうからね。わかりました。言葉通りおばさんはとても厳しい人だった。高校には行かせてもらえたけど、店の手伝いがあるので毎日とても忙しくて、あまり学生らしいことはできなかった。おばさんは割烹林という小料理屋を営んでいて、ここら辺の地域ではかなりの人気店だ。厳しいながらも優しいおばさんのキャラと、心を込めて作る料理が評判らしい。確かにおばさんの作る料理はどれも美味しい。初めて食べた時はかなり衝撃だった。包丁すらまともに扱えなかった私に、おばさんは料理のいろはを一から仕込んだ。私、料理なんかできなくても。できることは一つでも多い方がいい。私があんたに教えられるのはこのくらいだからね。黙って手を動かしな。それ以外にもおばさんは私に店の経営を叩き込んだ。そして高校2年生になったある日のこと。正直な話、あんたを大学に行かせられる金はない。だから進学を諦めてちょうだい。最初から高卒で働きに出るつもりだったよ。おばさんにこれ以上迷惑はかけられないし、大学で勉強したいこともなかったからね。あんたは私の妹。あんたの母親と違って気遣いができる子だね。でも高卒で働きに出るってのはなしだ。どういうこと？この店を譲る。あんたが新しい女将になるんだ。常連さんに支えられているいい店だよ。一人で生きていくだけなら十分な稼ぎが得られるだろう。そして高校卒業後、私は本格的におばさんに弟子入りして、24歳で2代目女将になる。おばさんは、夢を叶えたいのよ、と言い、自家用車で日本横断の旅に出た。なんともまあ素直じゃないおばさんだこと。最初からそのつもりで私に厳しく指導したのだろう。おばさんの不器用ながらも優しい気遣いを無駄にしないよう、私は一生懸命店を続けた。そこで今の夫、優也さんと出会い結婚。私は結婚後も変わらず店を続けている。優也さんの母親、私にとっての義母である鶴子さんはとても優しい人だ。私たちの結婚を泣いて喜んでくれたのは懐かしい思い出だ。私にあなたみたいなしっかり者の娘がいたらね。本当の娘は少し手のかかる子だから。技師の薫さんは悪知恵が働く人で、お母さんはうまい具合に利用されているらしい。技師夫婦と同居しているお母さんから何かと理由をつけてお金を巻き上げて贅沢な暮らしをしている。父親を早くに亡くして苦労させたからこのくらいはね。だとしても甘すぎるとは思うけれど、今まで特に大きな問題もなかったので、心配しつつ2人の同居を見守っていた。それから半年後、優也さんと年始の挨拶をしに薫さんの家を訪ねたところ、金欠のばあさんはいらないのよ。さっさと出て行きな。薫さんがお母さんを家から追い出そうとしている場面に遭遇。事情はよくわからなかったが、気づくと私はお母さんの前に出てこう叫んでいた。私が面倒見ます。後から聞いた話によると、お母さんは早くに亡くなった義父の遺産で暮らしていて、薫さんに渡していたお金もそこから出ていたらしい。だけど遺産が底をついてしまい、
それを薫さんに知られて追い出されそうになっていたとのことだ。面倒を見てもらってばかりじゃ心苦しいわ。あなたのお店を手伝わせてくれない？いいんですか？うち結構忙しいですよ。望むところよ。人手不足でバイトを雇おうと思っていたところだったので、正直お母さんの申し出は渡りに船だ。その上、お母さんの働きぶりは私の想像以上のものだった。先代のおかみさんはシャキシャキしてる人だったけど、今のおかみさんはおっとり系の優しい人で、まさにお母さんって感じの人だな。そういった常連さんに対し、私は冗談だと分かりつつも、こう怒鳴りつけた。ちょっと、現おかみは私ですけど、この方は私の大切なお母さんです。ちょっかい出したらただじゃおかないわよ。おお、怖い。現おかみは先代にそっくりだ。毎日にぎやかなお店で、お母さんはとても幸せそうに笑っている。薫さんと同居していた頃はあまり顔色が良くなく、笑顔も少なかったけれど、あの時無理にでも引き取ってよかったと心から思った。ただ私とお母さんの仲が良すぎて、本当の息子である優也さんが、俺、おふくろと優里のどっちにやきもち焼けばいいんだ？二人とも仲良すぎだろう。なんて困ったように言ってくるけどね。しかし幸せな時は長くは続かない。ある日突然、薫さん夫婦が割烹林にやってきたのだ。パパの遺産は全部こいつが好き勝手に使った。だからその代わりにあんたの店でご飯を食べさせてもらうから、安いものでしょ？めちゃくちゃな理論だし、だいたい遺産を好き勝手使ったのは薫さんだろと怒鳴りつけそうになったけれど、ごめんなさい優里さん、少しの間だけでいいの、あの子たちにご飯を食べさせてやって。お母さん、でもお代は私のお給料から差し引いてちょうだい。私あの子がまだ小さい頃に働きに出て寂しい思いをさせてた時期があるの。お母さんはそのことをずっと後悔しているらしく、薫さんに強く出れないそうだ。お母さんがそう言うなら仕方ない。黙って義士夫婦に料理を出すことにした。だけどそれも半年間続き、ほぼ毎日ただ飯を食らっていくのはさすがに困る。それに大声でべちゃくちゃと喋って品のない会話をする義士夫婦は、店にとって悪影響だ。我慢できず、ある日私は薫さん夫婦に向かってこう言った。もう来ないでくれます？はあ？お母さんも私も困ってるんです。たまにならいいですけど、こうも毎日来られると迷惑なんですよ。薫さんは派手に化粧した顔を歪めて、私に向かっておしぼりを投げつけた。私はとっさにお母さんをかばい、背中の後ろに隠す。じゃあ遺産全部返してよ。ちょっと声が大きいです。他のお客さんもいるんですから。あいつのせいで私は苦労ばっかりしてきたのよ。その慰謝料代わりと考えれば安いものじゃない。本当は訴えてあいつから遺産全部取り戻したいけど、家族だから多めに見てやってんのよ。お母さんだって苦労してきたんですよ。あなたと優也さんを育てるために一生懸命働いて。そんなの知らないわよ。キーキーとわめく薫さんにカチンときて、他のお客さんの目があるにもかかわらず、私は大声で怒鳴りつけてしまった。お父さんの遺産はあなたたちを育てるために使ったんです。その上残った遺産はほとんど薫さんが巻き上げてたじゃないですか。ゆりさん。お母さんが困ったように声を上げるが、今は止めないでほしい。言いがかりよ。証拠あるの？それは。私が証拠を出せないことを知っているのだろう。薫さんがニヤニヤと笑いながら続ける。不愉快よ。ネットにこの店の悪い口コミを書き込みしちゃおうかしら。友達にも頼んでたくさん書き込みするわよ。私友達はとても多い方だから。それに知ってると思うけど、私の夫はあの大手企業の白井製薬に勤めてるのよ。
一方あんたはただの小料理屋の女将。私の旦那のコネを使えば、こんな小さな店、簡単に潰せるわ。薫さんの隣で、薫さんの夫が自慢げな顔を見せる。ただの製薬会社の社員に店を潰せるほどの力があるとは思えないが、今ここで言い返すのは分が悪い。もし薫さんが本当に悪い口コミを大量に書き込んだら、私がこの店の女将になってからまだ数年と日が浅い。私を信頼してくれる常連さんもいるけれど、ネットの口コミに左右される人も少なくないだろう。店の経営はまだ本格的に軌道に乗ったわけではなく、今はとても大切な時期だ。下手なことはできない。私が何も言い返せず黙っていると、義士夫婦が勝ち誇ったようににやりと笑う。すると、あんたら何も知らねえのか？まあ知ったところでもう手遅れだがな。突然奥の席にいた高級スーツの常連さん、大村さんという名前だ。その人が私たちの間に割って入ってきた。大村さん、すみません、うるさくして。いやいや、それより今はこの邪魔者を追い出す方が先決でしょう。追い出すですって？あんた、私の夫は白井製薬の社員だろ？だけどうちのグループ会社である白井製薬にそんなやついたかな？は？ああ、言ってなかったな。俺は白井製薬の親会社である大村化学の人事部長だ。私は薫さん夫婦と同様、大村さんの言葉にかなり驚いてしまった。彼が大村化学の人事部長であることは知っていたけれど、義士の夫が自慢していた白井製薬がそこのグループ会社だとは知らなかったのだ。自分の無知さに恥ずかしくなってしまい、思わずうつむいてしまった。あと、そちらはうちの会長の奥様になる方だぞ。あんた弟と離婚するの？っていうか浮気じゃん。違います。私じゃなくてお母さんです。はあ？今度は薫さん夫婦だけが驚きの声を上げる。1年前にうちの店を訪れた大村化学の会長がお母さんに一目惚れして、それからずっと求婚されていたのだ。お母さんも悪い気はしてなかったようだけど、義父の33回忌、弔い上げを待ってほしいと頼む。それが先日のことで、義士は来なかったけれど、無事に弔い上げを終えて、現在結婚のためにいろいろと準備中なのだ。そんなの全然知らなかった。私がお母さんを口止めしてたんです。それを知ったらまた薫さんにたかられるからって。大村さんが呆れたようにため息をついた。話を戻しますが、白井製薬にあなたのような方はいないと記憶しています。中途採用の新入社員にしては年齢が上すぎるし、そもそもグループ会社の採用担当トップに立つ私が知らないわけがないんですよね。うすうす感づいていたけれど、薫さんの旦那の仕事先は嘘だったようだ。二人の顔がだんだんと赤く染まっていく。私たちに嘘を暴かれて大恥をかいているようだ。こんな店二度と来ないわよ。そう叫ぶと二人はさっさと店から出て行ってしまった。さて、話はこれで終わりというわけにはいかず、薫さん夫婦はすぐにお金に困り、再び私たちのもとを訪れたのだ。そしてあろうことかこんな恥知らずなことを言ってきた。ママ、私はあなたの大切な一人娘よ。もちろん助けてくれるわよね。私はお母さんがまた同情して手助けするのではないかとハラハラして見守っていたのだが、いいえ、助けないわ。自分でどうにかしなさいね。私気づいたの。優しくするだけが愛情じゃないって。本当の家族はお互いを助け合うものよ。あなたは私を助けてくれたことがある？そう聞かれ、薫さんの顔がどんどん青ざめていく。薫さん、また来たら今度はただじゃ済まさないですから。次は警察に通報します。
そんな。私からのとどめが効いたのか、薫さんはすごすごと退散。それ以来二度とお店に近づくことはなかった。金に困った薫さん夫婦のその後だが、そこら辺の雑草を摘んでいたという噂が流れている。それが本当だったらどれだけ金欠なのか。まあもう縁を切ってしまった私たちには関係のない話だ。そしてお母さんは無事に大村化学の会長と再婚。新婚さんの幸せオーラ全開だ。会長夫人になったお母さんだけど、変わらず私の店で働いてくれている。今日も明日もその先も、今まで苦労してきた分、お母さんはたくさんの人に愛されて幸せな人生を送ってほしい。そのためなら私は何だってするだろう。